こんちは。生産装備禁止の 4G 攻略パート6、始めてまいります。さあ、いよいよ村会ストーリーもラストです。タイ攻略は今回で終わりとなります。団長と一緒に筆頭リーダーまで戻ってきて、シャガルマガルの存在が明らかになったね。前回のムービーで明らかに異変起きてたから、その対処のスピードとしてはしっかりしてると思うよ。同時に、品戸村で畑を耕していた青年の正体も判明。なんと彼が大僧正様でした。いつも見ていた人物が実は、という展開ですが、ぶっちゃけここ以外で特に活躍しません。というよりここでも大した活躍はないけどな。禁足地への立ち入り許可くらいか。こっちもギルドから討伐の指名受けてんだし、入ろうと思えば入れる気がするがね。物理的に閉鎖されてたんでしょうかね。天空山のキャンプからほど近いっぽいし。ということでみんなに見送られながら、シャガル討伐へ出かけましょう。新しくできる準備らしいものは特にないかな。装備もそのままだ。ただ一点、猫飯だけ粘った。お目当ては当然火薬術さ。実はこれ、2テイク目でして、ガンス主体だとあまりにも具だったんでボツにしました。5マの時点でガード武器と相性悪かったですが、この子はさらに悪いですね。とにかくブレスが厄介なんだよね。範囲も威力値もでかすぎるわあれ。その上頭以外の肉質終わってるし、とてもお見せできる内容じゃなかったんよな。火薬術戦法もそれはそれで絵面がやばいですが、最後の緊急で下るよりはマシでしょう。ただでさえ村中盤から似たような戦い方になってるんで、そろそろ脱却していきたいですね。脱却といえば、お供についても同様かな。こいつらを連れてくのはこのクエで基本最後にする。ここからは装備も強くなっていくから、タゲはせめて集中させたいからね。爆弾動向でなく、の判断ですね。この辺は 4G お供の限界です。本当ならシャガル戦も連れてく気なかったです。ダルジーを爆破されると被害が甚大なんで。おいおい6割くらい削られたぞ。わざとやってんだろこいつら。まあいい、これが最後だからな。ストーリークリアまではせめて連れてこうという考えだ。今後連れてくとしたら本当にギリギリの戦いだけ。それこそ猫の手も借りたくなった時でしょうね。今のところそこまで困る予定もありませんが、どうなることやら。しれっと体力戻ってるけど、回復部へ吹いてたな。そもそも削られた原因が猫なんだが。たまにこういうマッチポンプしてくんだよね。やってることが DV 彼氏のそれ。爆弾で吹き飛ばしておいて笛で面ケア。よく解決してますよね。あ、そうそう、このシリーズで初めて知ったんですけど、ガンスのジャンプ叩きつけはノウトウからでも出せるんですね。コメントで教えてもらったんだよね。ジャンプ中 XA で出せるぞ。そういえばタブ機でこんな操作あったなって、ノリへの知識って深まらないもんだな。エンドコンテンツは乗る機会も少なくなりますから、操中根なんかは段差関係ないですし、この知識は今後の攻略で活かしていきましょう。多分ノリは長く活躍するはず。格上と戦う機会が多い縛りだからね。こういう積み重ねが大事だ。しかし、なんとか村会もラストまで来たね。思ったより苦労はしてないが。これはケロロフェイクの存在が大きいと思います。火薬術粘ればイージーゲームですから。ただ、企画としてはもうちょい盛り上げたいところ。同じ武器、同じ戦法になりがちですからね。リベクエとストーリーだけで終わっちゃうからな。いよいよ発掘もどこで出すかわからんくなってきたし。今回は多少その段階から抜け出すのが目標だな。もうちょい力入れて進めていこうと思う。環境的にも整いやすくなってきたところですしね。頑張っていきましょう。さて、5分ちょい戦っておりますが、やはりシャガル君ガンスだときついですね。もう後半にガンスでいける相手はいないんじゃないかな。とにかく後スキがでかすぎるのが苦しい。頭以外へのダメージがマジで通んないから、抜刀するのもちょっと億劫になるよ。爆弾の隙はなくはないんですけどね。怒り時の2連ブレスはモーション長いし。ただそれでも普通に外れるリスクがあるので、毎回狙えたもんじゃありません。回のイベント武器ってのはほんと厳しくてな、ことごとく弱武器揃いなんだ。一応この前体験は作ったけど、肝心のステータスがあれだからな。頑張ればもうちょい強いのがありますけど、対象のイベクエがかなり強力なんですよね。今回、それらクエストに挑む予定ですが、それも環境が揃ったからやる気になりました。やっぱり物資面は最低限充実してないとね。まだトンヤの荷車も揃いきってない段階だし。シャガルをクリアすればその他強化要素も来る。物事には順番ってものがあるからな。進めておけば便利なクエストなんかも増えますしね。物語優先だったのはまあいいでしょう。さあ、3回目となる乗りが成功しました。このくらいなら普通に乗ってます。こうでもしないと隙がなくてな。ガンス使ってたら自然とこうなると思うよ。勝利の流撃砲を食らえ、レベル2だぞ。はい、お疲れ様でした。最後は綺麗に締められましたね。外のシャガル素材に用はないんですが、ありがたく剥ぎ取っておきましょう。落とし物で天海竜の激鱗が来たわ。すごく物欲センサー。
シャガルを倒した後は英雄の凱旋。ゴマの時ほど祝福される感はないが。普通にやること終わったから帰る感じですね。その後は各地を回っていきます。設定上はシャガル戦の後休暇に入るみたいで、主人公は狩りから離れるんでしょうか。まあ、作中でどのくらい経過してるかわからんが、入団からシャガルまではかなり経ってそうだしね。この辺今だったらもっと細かく描かれるのかな。とにかくドラマチックだからね最近。どうでしょうね。切るとこは切ってるし、さらっとセリフなし会話で終わるだけかも。何はともあれこれで一区切りですが、比較的にはまだまだこれからです。よーし、じゃあ今回の装備作りタイム行こうか。実はすでに準備はしてあるのさ。つうことでいきなりやってきました加工屋。武器作り行くぜ。これちょっと事情がありましてね。対象のイベクエは後で攻略します。作るのはこちらのスラッシュアックス。その名も海賊 J アックスです。J は週刊少年ジャンプの J だね。昔のモンハン恒例の漫画雑誌コラボ。これは作品っていうかジャンプ自体とのコラボだ。船に乗った海賊って感じのデザイン。赤と黄色が若干おもちゃ感ありますが、実際担ぐとかなりかっこいいです。性能の方は倍率140の緑ゲージ、スロットもあります。ちゃんと強撃なのは偉い。ネックとしては緑ゲージの短さだ。なぜこんな短くしたんだよ。で、もう一つ防具も作っていく。ブルースターコイルだ。こちらは USJ、下流たちの舞というクエの報酬です。レア7ですが改装備ですね。内容は天空山テレウス2頭を狩猟するものですが、見た目が村クエと変わらず動画にしてません。内容自体はめちゃくちゃ面倒だったんだけどな。火薬術粘ってご利用してきたわ。この装備、一式で挑戦者1と水属性攻撃などが発動するんだけど、今回は腰だけ作るぞ。挑戦者って1だとあんま強くないんですよね。全部作る価値はないと思います。この縛りだと腰装備があるのがかなり貴重でして、回のイベ装備って腰がマジでないんですよね。多分回だと唯一の腰装備だ。スキルなしとしても作る価値があるね。ここに装飾品で砥石工作を詰めて、一旦回装備はこれで完成かな。これでも強力とは全く言えませんが、防御を含めて見れるステータスになりましたね。あとは店売りで5歩をゲットしておきました。6万ゼニーが厳しすぎる。なんとかお金足りたね。ここは縛りの強みが出たか。さてと、それじゃあさらっとスルーしたけど、これでイベクエ攻略しようか。このスラークの元となったクエストですね。当然クリア済みですが。こちら、ジャンプ、新たなライバルです。対象はなんとブラキとゴマの2頭。ブラキは回でも出るけどシャガルよりも後だ。裏ボス的な立ち位置だね。こいつの生産武器はレア4になってる。上位相当の相手ってことだな。当然、この企画では初めて相手するので映像にします。初見じゃないんですけどね。初戦はガンスとボマーでクリアしたんですが、さっき言った閲覧変わらん問題が浮上しまして。それならスラークの初陣に使おうと思ってね。装備作りと順番を前後させたのさ。ガンスでやった感触は、まあお察しだ。マージで辛かったよ。まずクリアタイムが40分かかりました。途中、本当にブラキが終わらなくて焦りましたね。スラークでも全然楽にはならないと思いますが、そもそものスペックは上がっています。倍率140はちゃんと回終盤の数値だ。斬撃火力はゴルクラより圧倒的に高いはず。それに基礎モーションも多少使いやすいはずだ。ギリ手数武器みたいな顔してるしな。火星が用意できないと盾持ちは無理子なんで、純粋に武器種パワーには少し期待していますね。とはいえスラークも久々に使うので、動かし方は思い出しながらで進めます。定点は、斧振り回し連打が DPS 最強なんだっけか。少ない隙には剣の2連切りコンボがいいのかな。ここはノリダウンに爆弾の選択をしてるけど、そろそろ火薬術なしじゃ武器の方が強そうだよね。この辺は全然感覚がわかりませんね。ダメージ表記が欲しくなります。実際壁殴りの強さはどんなもんなんでしょう。スラークが強くないことはなんとなくわかりますが。斧も剣も制限付きなのが厳しいね。振り回しのスタミナ消費はなくていいような。剣もずっと使ってるとすぐゲージが尽きる。定期的に斧への切り替えを強制されるんだよな。そしてその斧も振り回し以外弱いっていう、スラッシュソートとはよく言ったもんです。この時代のスラークは強撃一択とか色々あって、調整が迷走してた時期長かったですよね。最近のスラーク事情ってどうなんだろう。ライズあたりから全く触ってないわ。どんどん操作が複雑になってるイメージある。新武器を気軽に試そうって気になれないわ。良くも悪くも強撃瓶で殴ってりゃいい武器でしたしね。覚えることが少ないのはありがたい。しかし、触ってすぐ思い出しましたけど、まあこの武器もわかりやすく弱いですね。とにかく全てが鈍重すぎて立ち回りがしんどい。火力も全然出てる感じしないし。スキルなしだとガンスよりちょいマシくらいかな。前転できるだけで少し強く感じるわ。なんか 4G の弱武器って全部特徴一緒ですよね。火力と機動力が両方足りていません。
上位の武器種はどちらも持っているので、下位の武器とは2段階くらい使い勝手が違います。一言で言うとリスクリターンのバランスが悪い。スラークなんて1回切るだけで命がけだぜ。定点攻撃は多少やれることがあるけど、逆に定点にいてくれないとやれることがない感じ。リーチが中途半端なのもしんどいですね。剣攻撃の踏み込みが足りません。2連切りの指導が横切りなんですが、攻撃時に少し下がっちゃうんですよね。実質リーチは踏み込みも込みで決まるからね。その場しか攻撃できないと不足しがち。剣は移動もくっそ遅いから、そもそも近づくこと自体が難しいわ。そして切れ足消費もそれなりに激しいです。この緑の短さは J アックス特有ですが、初陣ダブラキってのがまずかったか、恐竜化じゃないからいけると思いましたが。これガンスより時間かかったらどうしよう。いよいよ時間切れ見えてきちゃうね。思ったよりも攻め重視で行ってみよう。頼むぞ海賊スラーク。やはり時間かかりますね。ブラキ討伐時点で15分くらい経ちました。これでもガンスより早いというのが悲しいですが、やっぱりパワーが足りません。理論火力も、それを発揮する力も足りてないね。これがスラークの限界なのか。続く後までもパワー不足は感じたけど、一応ブラキよりは多少マシだったかな。少し操作に慣れたところがありますね。チャンスにも武器を積極的に使っておりました。斧の振り回しはそれなりに爽快感があります。スタミナがやっぱりもどかしいですけど。モーション値あと5割高くしていいよこれ。明らかに制約が大きすぎる。やはり回スキルと競争薬が欲しいな。あればかなり快適にはなると思う。距離と性能があれば貼り付けそう。相手がとにかく車庫入れしまくるんで。今後やっていけそうな感触はつかみました。作ってよかったですね。出せる性能のほぼ限界値だからね。これでダメなら結構絶望だった。回避系のスキルは基本的には上位以降になる。必須スキルが多い武器は、回は苦しいな。当然ですが弱武器ほど補強が必要になるんで、二重の意味で苦しいですね。ただ、上位に入ればイベクエでショートカットもできます。そこは縛りを存分に活かしていきたいですよ。そうね、装備以外でできることも広がるし、希望を持ち続けていこう。しかし、定点攻撃の爽快さはちゃんとあるな。この縛りでは初の感覚かも。これまで持ったのは体験、太刀、ガンスですからね。ズバズバ切れるのは太刀くらいでしたか。その太刀も基準切りくらいしかないので、コンスタントに攻撃できるものではありませんでした。スラーク君は我慢の時間長いからな。メリハリが効いてると言えなくもない。あとはほんと足回りさえなんとかできれば、メインで使っていけそうだな。伸びしろが大きいと捉えておきましょうか。今でもやれないことはないですし。ということでクエストクリア。タイムはギリ30分に収まりました。まあ、回にしちゃかなり難しめなクエだから、時間がかかるのは仕方ないね。これでもガンスより10分早かったから、装備強化の効果はしっかり出てるぞ。多少ですがスラークも手に馴染みました。これで攻略していきます。村会の方はストーリーらしいものはもうないですが、腕自慢祭が開かれていますね。ダレン君が出没する時期に開催されるようだ。難易度の高い複数トーク絵がいくつか出てくるね。本格的に恐竜過去体が登場するのはこっから、モンスターによってはかなりの強敵になるぞ。心なしかステータスも高く感じますね。高難度とついてるだけはあります。これらクエスト群ですが、普通に苦戦しますね。通常のプレイでもかなり難しく感じますが。どうしても装備が弱くなるから、とにかく火力面で厳しいね。それと、肥やし玉を用意できてないから合流がやばい。村クエとは思えないほどだ。遺跡フェイゲンで合流頻度高め。何の罰ゲームですかこれは。回の締めとしてはふさわしいクエストですけど、リベクエと同じくらい厄介かも。クリアしたのは2クエストだけだったけど、どっちもめちゃくちゃボリューミーだったな。ともあれこれで前菜は終了だ。ここからが本番。2体目の古竜であるダレン君が登場します。会うのはパート1ぶり。通常プレイだとイベント戦のノリが強いですが、こちらもこの縛りではシンプルな強敵となります。スラークで削り切れるかが心配だ。火力スキル実質ゼロだからな。ま、ともかくやってみよう。海賊 J アックスを信じて。はい、始まりましたね。支給品で各種兵器と爆弾をもらってます。爆弾には当然ボマーが乗ります。今回は特に貴重なダメージ源。巨竜爆弾は1個なんと400ダメージ。オータル G の2倍以上だぞ。村個体だと結構オーバースペックかも。兵器類は全部固定ダメージだからね。誰の相手でも強武器はしっかり強くて、特に邪悪の超出連打ですぐ終わりますね。ただ、そこはスラークも豊富な定点攻撃があります。それを活かしていきたいところ。あら、爆弾だけで背中壊れちゃったよ。仕方ない、腕の方に行くか。ダレンの素材はもともと使う予定があったんだが、結局使わないで進めそうかな。ダレン武器に EX がつく武器群がありましてね。あれも一応イベント限定のものです。
ただ、陽覚醒で水とだいぶ癖があるので、今から作っても出しどころがないんですよね。それならはよ上位武器作れよって話だしね。計画を変更したところだ。よし、ダレンの定点攻撃スポットに来たぞ。噴気口は物理50と、それなりに通るな。ここはあまり邪魔が入らないのでずっと殴れます。定点火力が求められるところですね。さすがにオノループで良さそう。うまく当たるといいんですが。やっぱり切れ味ゲージが厳しいな。せっかく活躍できそうなシチュエーションなのに。黄色になるとダメージが出ないだけじゃなくて、余計なとこに弾かれるのがきついんだよね。この周辺は多分同判定に囲まれてますよね。物理21しか通りません。切れ味黄色以下は切り方補正というものが乗り、ダメージの補正以上に弾かれやすくなります。オールドハンターしか知らない仕様だよね。ちょっと斧ブンブンさせるには厳しいか。うだうだ言ってもこれ以外やることないし、しばらく振り続けてみよう。さて、15分50秒が経過しています。ここでようやく決戦ステージ以降のアナウンスが来ました。やっぱりちょっと遅くなるな。1ターン余分に動かれた感じがする。前にチャークで攻略した時は14分台で移行したから、火力差を実感してるよ。斧の先輩として頑張ってほしいんですが、決戦ステージでは挽回できるか。こことか無理に研がない方がいいかもしれませんね。剣でご利用すべきかも。いくらなんでもテンポが悪すぎるかもな。マジで全然持たねえ。殴る機会が多いと30秒ちょっとで黄色まで落ちる。いろいろとストレスがやばいぜ。変な部位に当たると斧じゃ弾かれちゃうので、本当に弱点への定点でしか使えません。というかこれ、クリア大丈夫ですかね。何気に船がかなり削られていますけど。ここは誰をひるませてダメージを稼ぐべきなんだが、肝心のひるみが全然よきんのよね。払ってもっと派手に効くイメージだったんだけど、狙ってる部位が悪いかな。斧に固執してるのが悪さしてるかも。振り回しだとすぐずれちゃいます。剣は割と柔軟に切り方を変えられるので、斧を過信しない方が良さそうですね。この辺とか見るからに使い勝手良さそうだしね。今後の攻略の参考にしておこう。そのまま剣にシフトして、なんとか討伐で終了できたよ。耐久値とかだいぶ危なかったわ。マジで船ぶっ壊れるんじゃないかと思いました。ここまでギリギリになるとは。タイムも23分台とだいぶ苦戦しましたね。決戦ステージで下りすぎか。ちなみに、チャークの時は18分台で終わってた。ここまで差ができるか。まあええや、何はともあれ村会は終了だ。しっかりスラークで攻略できてよかった。次回は集会場を潰して上位に行きましょうかね。回はもう動画にはしない予定。ではコンパート締めていきます。スラークを見ながら。こう見るとドクロのマークがよく見えるね。やっぱりちょっとおもちゃ感あるが。そこまでワンピース感が強くないのがいいわ。ジャンプコミックスの武器って感じ。相変わらずイベ武器は美酒がいいですね。上位以降も楽しませてくれることでしょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。